ちは。今日は皆さんからこの間インスタでいただいた質問に答えていこうと思うんですけど、ちょっと一人で答えていくの結構難しいなと思ったんで、私の昔からの学生時代からのお友達の亮太に、質問してもらって、それに対してこう答えていくような形にしたいと思います。で、亮太はフランスにね、もうずっと長いこと住んでて、今カフェドフロールで働いてるんですけど、今日はまあ一応声だけの出演にはなるんですけど、彼は私のこともよく知ってくれてるので、質問に答えていきたいと思います。はい、じゃあ早速。じゃあこのいただいた質問を僕がランダムで選んでいいってことね。はい、一発目の質問ね。はい。これなんちゃう？パリに住んでみて大変なことはどんなことでしょうか？はい、パリに住んでみて大変なことはもうね、大変なことだらけなので細かくは説明できないんだけど、大変なことだらけなので、それを受け流す力がついて、大変なことも大変じゃないっていう風に思えるようになる。そう。だけどいろいろやっぱりね、日本にはないスリだったりとか、気をつけなきゃいけないことっていうのがたくさんあるから、常に気を張って生きなきゃいけないっていう意味では、総合的に考えたら日本よりも大変かも。そのカルチャーの違いとかの大変さっていうよりかは、そういう生活面で日本では起きえないことが起きすぎるから、大変だよね。そのアパートで言ったらすごい古い、寝床も古いアパートだから欠陥がねものすごいあったりもするし、うちだって水漏れしたし、あとはそうだね、行政系の仕事が遅すぎて、その書類だったりとか手続きとか全然進まないし、そうやって上げてったらキリはないんだけど、細かいことをね気にしてると生活できない国だから、大変なことは受け流す、おおらかに気長に待つっていう風にしていけば大変じゃなく過ごせると思います。ただその中でも、私がって本当にどうにかなんないかなって思う点は2点大変なこととしてはあって、1つ目は配送が日本のように便利じゃないっていう点、と2つ目は、家に鍵を忘れたら終わりっていうところです。その配送に関して言うと、日本みたいに置き配のシステムとかもちろんないし、 LINE とかさ、大和さんとか佐川さんとかだと何時に行きますよとか時間指定とかね、そのネット上でできるし、その時間にちゃんと来てくれるしっていうのがあるけど、こっちはそもそもで日本みたいに例えばじゃあ205号室の水谷さんみたいな感じの表記じゃないから、この建物の番号は書いてあるけど、それ以降は中に入ってもう表札があるわけじゃないし、分かんないよね、あれちゃんとどういうふうにみんなしてんのか分かんないけど、もうアパート番号とかそうないとこもあるしな。そうだから結構本当にその配送する側も大変だと思うんだよね。だから欲しいものがすぐに手に入らないし、あとはその配送業者の人が盗んじゃったりとかね、そういうのも聞くし、日本だったら 100% 家に届くものが時間がかかっても届かない可能性もあるっていう、なんかそこの複雑さ、大変さはあります。適当やもんね。そうだね。だけどね、さっき言ったように家におらなきゃって言って待ってて、でずっと待ってて来ない。そうだね。で来んくて次電話してみたら、俺行ったよみたいな、行ったけどでもなんかお前おらんかったっしょみたいなことを適当に嘘ついたりとかして、おったしみたいな。そうだよね。そうだから適当なんだよね。適当。そう、もうそれに尽きる。だからそれは大変、大変っていうかもう労力がいるね、すぐに欲しいものが届かないっていうね。そう。で、あとはもう2つ目の鍵を家の中に忘れたら終わりっていうのは、全部こっちのマンションってオートロックなんだよね。忘れたら鍵業者を呼ばなきゃいけないし、鍵の業者にすごい大金を払わなきゃいけないっていうシステムなんで、そういう意味でもさっき言ったみたいに気を張っておかないと大変っていう感じかな。私も一回まだ住んで1ヶ月目ぐらいの時に鍵を家の中に忘れて、しかも夜中で夜中はもう終わり。夜中はもう終わりも最悪で鍵業者呼んで結局壊して新しい鍵に直すんだけど、それで800ユーロ
16万円ぐらいかかったんで、皆さん本当にこっちに来る人は気をつけてください。軽いリフォームできるけどね。確かにまあなので細かいことで言ったらそんなことなんだけど、あとはそうさっき言ったみたいに受け流して、まあそんなこと文句言ったって何も変わんないしっていうスタンスでいれば、大変なことは大変じゃなく感じられるので、逆にさ、だから日本にいる時よりもその全部が完璧じゃない分そういうストレスがないよね。日本は全部みんながやってくれるし、こう完璧を求められるから、なんかちょっと完璧じゃないことが起きるとみんなすぐ不満を言いたくなるし、不快に感じるし、文句を言いたくなるんだけど、こっちってそもそものレベルが低すぎて、ベースが適当やね。そうベースが適当で低すぎて、あと文句言っても何も変わらないし、そのベースがやっぱり日本と違すぎるから満足度のレベルが違うのかもね。で、まあだからこそどっちも良し悪しがあると思うけど、こっちにいれば小さなことでも幸せに感じれるし、ただ日本にいたら整ってる分いいことが起きた時の幸せのレベルはもしかしたら高いかもしれないね。たまたま YouTube だったかインスタだったかは忘れちゃったんだけど、見てて見つけたパリガイド涼子さんっていう人が出してる「フランス人は生きる喜びを知っている」っていう本があるんだけど、ちょっと気になってネットで買って読んでみたんだけど、すごく面白かったの。だから確かにって思う部分とか、でも涼子さんに関してはもう20年以上こっちに住んでらっしゃるので、私が知らない経験もたくさんしてる方だと思うから、すごい面白くて、フランスの生活もっと気になるなみたいな人は読んでみてもいいかなと思った。面白かったです。そんな感じかな。はい、次の質問お願いします。まあそのスリとか、いろんなことも気をつけなきゃいけない中で、普段持ち歩くものなんでしょう。普段は小さいバッグにお財布と鍵と携帯とリップを入れて持ち歩いてます。あんまり荷物を多く持つのは好きじゃないので、だいたいその4つを持ち歩いていることが多い。で、お財布何使ってるかっていう質問もあったので、ついでに答えると、このロエベの折りたたみ財布を使ってます。これはね、4年前ぐらいにパリで購入した財布を今も使ってる感じです。今度パリ行くんですけど、スリ用の対策ありますかみたいな質問もあったんだけど、もうとにかくあれだよね、蓋の閉まるバッグを体から離さないっていうことしかないよね。俺はそうやね、もう離さない、それだけ。そうだからそこもさっきの話につながるんだけど、その気を張ってないといけないんですよ、そこも。逆に俺一つだけ言っていい？俺の対策、顔フランス人になれ。でもそれはマジでそう、やっぱり分かるもんね、観光客だって分かるから、狙われる対象にならないっていうことが一番大事だよね。俺もだけちょっと俺の話をさせてもらうと、俺ポケットはケツポケットに財布を入れて、これまで10年ぐらい、一回も触られたことないし、触られることはあるけど、もう俺も今使っとうバッグも蓋開いてます。そうけどもう顔、俺フランス人みたいな。まあそれは大事かもしれない。そういう心構えもスリ対策になるかな。てか、あと普通にさ、あんまり日本人みたいにすっごいいっぱい荷物持って歩いてる人ってそもそもいなくない？荷物いっぱい持った方がいい。そうだからね、荷物をいっぱい持ってるとスリに狙われやすいっていうのはあるから、あんまり高級なものとかいいものを見せびらかさない方がいいよね、スリ対策にはね。そう、まあそれもあって私は小さいバッグなり、トートバッグ持つにしても絶対体から離さないようにするとか、スリがいる場所に行かないようにするとかして生活普段はしてます。持ち物に関してはそんな感じかな。じゃあ次の質問。これいこうか。20歳の頃の私生活はどういう感じでしたか？20歳私今29歳だから、でもうすぐ30歳になるので、20歳の頃ってもう10年前になるんだけど、ちょうど初めて留学したのが19歳の時で、20歳の時は日本に帰ってもう一度フランスに行くかどうかとかいろんなことを悩んでた。で普通にあとは大学に通ってたから、普通に大学生をしてバイトして遊んでただけ。そう
でも単位はね早めに取ってたから、だからあんまりねこう授業がたくさんあったっていう感じではなかったけど、まあ、その分旅行行ったり遊んだりは結構してたかな。私はバイトは20歳の頃はね大学の近くのレストランでバイトしてたと思う。半年間ぐらい、結構それが楽しくて、半年しかやってないでよく言うよって感じなんだけどその前はパン屋さん、家の近所のパン屋さんで働いて、でレストランで働いて、あと塾の受付とかもやってたので、そんな感じでバイト生活をしてました。はい、これをゆりが採用するかわかんないけれども俺が陰で言うと20歳の頃のゆりを俺は知ってるんですけど、料理はマジで1ミリもしてなかったと思う。洗濯とかもに関しても全くしたことなかったけどね、今はすごい料理作っとるけど。そうだね、10年前。そうだね、私ってずっと実家に住んでて、親と一緒に住んでたから、出てきたものを食べて現れたものを着てっていう本当典型的な実家生活の女子大生っていう感じだったから、その時はそうだね、今みたいにいろんなことができたわけじゃない、そんなにいろんなことを考えてはいなかったと思う。学校今後どうするかとかそんなことは考えてただろうけど、まあ普通の大学生活をしていました。はい、次の質問。じゃあその10年後、今、自分をアップデートするために心がけていることはありますか？だからそもそもね、自分がアップデートできてんのかっていうところはあるよねそんな偉そうに言える話じゃないんだけど、自分の中で大事にしてることとしては、人との出会いとか縁を大切にして常にいろんな経験をするっていうことを惜しまないことかな。それは今までずっとフランスに来てからの方が特にだと思うんだけど、大事にしてきたことで、だからこそ今の自分の人間関係とか仕事だったりとか、その言語習得に関してもそうだけど全部につながってると思うので、人との出会いとかいろんな経験をするっていうことはアップデートをしたいから、そういうふうに行動してるっていう方が正しいかな。あとは私は同じことをずっと黙々と継続して続けたりするのがすごく苦手で、新しいことから刺激を受けたりとか吸収して次に生かしていきたいタイプなので、興味あることにどんどん挑戦して、好きなことをやるっていうのが自分をアップデートしていける方法なのかなって思ってます。簡単にまとめたらそんな感じ。次の質問でいいですか？はい。気分を上げたい時、何をしてますか？結構天気とかで簡単に左右されるタイプなんだよね。だから今日みたいに悪いともう最悪だみたいな感じなんだけど、一日だらだらずっとし続けるのはあんまり得意じゃないから、そうならないように、近所でもどこでも散歩して、なんか知らないものを発見したりとか、パリとか、日本よりもパリの方がそれってよくあると思うんだけど、こんな道あったんだとか知らないことを知れるっていうのは気分が上がるポイントかもしれないです。あとは普通に友達と真剣な話とか今後の話とか前向きな話するだけでも頑張ろうとか思えたり、それはみんなそうだと思うんだけど、そんな特別なことはしてない。あとは料理好きなんで、ちょっと時間のかかる料理だったりとか手が込んでて普段はできない料理だったりとか、そういうものに挑戦したりします。